昨日と打って変わって曇ったら一気に天気が下がって今20度ぐらいです。昨日30度ぐらいだったんですけどね。早速なんですけど、またすごい昨日気持ちよかったんで公園まで来まして、このアーニスキッチンというインドネシア料理のお店でミーゴレンを買ってみました。11ドルなんですけど、どんな感じですかね。ちょっと食べてみます。というわけでミーゴレンです。こんな感じですね。なんか揚げ物、じゃがいもなんか揚げ物入ってます。あとはピクルスみたいな。よいしょ。めちゃくちゃ美味しいです。ちょっとアメリカテイストですね。インドネシアでミーゴレン食べるともうちょっとオイリーで、あとスパイスがすごい辛いと思うんですけど、全然スパイシーさがないです。多分スパイシーとか言わないとローカルの唐辛子とか使わないんでしょうね。スパイシーさが全くないミーゴレンですね。でも美味しい。考えてみればこれでこれで15日目ですね。やっぱアジア系のご飯食べてなかったからすごく美味しく感じますね。そろそろ日本の料理が食べたくなる感じになってきました。美味しい。ワシントンモニュメントの真下まで来てみました。すごい広大な敷地ですね、この一帯が。向こうに見えるのがキャピトルヒルで国会議事堂で、向こうに見えるのが有名なリフレクティングプールですね。よく報道でも出てくるリフレクティングプールの向こうに民間記念堂が見えます。でこれが東西で、向こうが西側で国会議事堂が東側なんですけれども、このモニュメントの北側が、ホワイトハウスになってるみたいですね。だから向こうに見えるのがホワイトハウスですかね。ちょっとホワイトハウスまで行ってみたいと思います。いやーでも広大ですね。なんていうか北京の天安門、チキン寮天安門、あそこら辺に行ったことがあるんですけど、なんか似たような広大さを感じます。やっぱり大陸国家っていうのは国土がすごい広いですね。なんか日本だとちょっとこんな敷地のある施設ってあんまないんじゃないかなってぐらいすごい広いです。もう地下鉄駅で2駅分ぐらいありますね。ちょっとホワイトハウスまで行ってみます。ワシントンモニュメントから歩いてホワイトハウスまで来たんですけど、ここが一番近いみたいですね。これ以上先には入れないと。結構遠いところにいっぱい人が警備してるのが見えます。テロとかも怖いし、犯罪怖いからやっぱそうあるべきなんでしょうね。でもなんかちょっと感動です。よく報道で見てるホワイトハウスまでやってきました。ブラブラ歩いてたらすごい中華街の門がありました。ワシントン DC にも中華街ってあるんですね。知りませんでした。向こう側は確かに中華レストランが少し
並んでる感じですかね。ここ一帯だけ急になんか感じが出てきて、日本から来ると少しほっとしますね。まあでも本土の中国語かな、本土の中国語じゃないかな。ちょっと難しいですね。なんか簡体字じゃなくて反対字にも見えますけど、でもまあ中華街がありますからすごい知らなかったんで意外です。チャイナタウンにいるんですけど、確かにいろんなものが漢字で書かれてるんですけど、ある店自体は別に中国のものっていう感じはしないですね。別になんかあんま関係ないものばっかりって感じです。日本の横浜の中華街とか行っちゃうと、もう本当中華料理屋さんか中国関連のお茶屋さんとか天津甘栗の店ばっかだったんですけど、ここの中華街はそんなことないです。あと中華街の入り口に AT&T があったんで SIM カードを買いました。 SIM カードをずっと買ってなかったっていうか、使ってなくてデータローミングしてたの忘れてまして、めちゃくちゃ金額が多額になってるので止めますみたいな連絡がさっき入りましてですね、一体いくら使ったのかちょっとドキドキしてるんですけど、こんなんだったらロスに着いた時点で SIM カード入れとけばよかった。すごい忘れてました。SIM カードの価格は、30日アンリミテッド買ったんですけど、それでたったの60ドルとかでした。ただまあアクティベーションフィーっていうのを取られて18ドルぐらいしたのかな。だから結局68ドルぐらいしたんですけど、いやー絶対データローミング多分何万円かになってますよね。初めからやっときゃよかったです。これはもう失敗しましたね。数万円ドブに捨てたような形になっちゃいました。大変残念です。もうちょっと DC ブラブラしてみたいと思います。なぜかチャイナタウンの中にくら寿司がありますね。いやー、回転寿司って漢字で書いてあります。やっぱ反対字ですね。難しい漢字は使ってあるみたいです。くら寿司の横、中華街の門のすぐそばのチャイナタウンガーデンという店に入ってみたいと思います。シーフードチャーハン頼んだら結構な量が来ちゃいました。20ドルちょっとだったんで、そんなもんかと思ったら結構な量ですね。これ 2,3 人前だな。美味しい。2週間以上ぶりに米食べました。美味しいけどちょっと量が多いですね。でもシーフードなんでやっぱり美味しいです。結構油使ってる感じの味付けですね。美味しいです。ホームレスジーザスだそうです。確かに足がぱっくり開いてるんですよね。面白いですね。こういうのが一流の観光庁外にあるっていうのが。でもなんか他のアメリカンとしてもこういうなんかホームレスのスタチューというかなんかまあアートみたいなの結構あるんですよね。やっぱ社会としてそこに目向けていこうっていう考えの表れなんですかね。リンカーン記念堂に行く途中にワールドワー2メモリアルってものがありました。結構大きいですね。やっぱりアメリカにおいても第二次世界大戦が一番でかい戦争だったんだろうなっていうのは当たり前ですけど、やっぱり再度思い出させてくれますね。これは戦場になったんじゃなくて
戦争に来てくれた各州とかそういうとこ書いてあるんですね。バージンアイランドとかフィリピンとか書いてあったんでなんだろうと思ったんですけど、下の排水溝が星のマークになってます。ちょっとおしゃれですね。あれ、そしてこれ向こうに行けない有名なリフレクティングプールです。いや、実はちょっとまた暑くなってきましたですね。すごいですね、天気の上げ下げが激しいです、ワシントン DC。あったかいからかわかんないですけど、なんとなく干上がってるような気がしますね。いやー、こうやって見ると綺麗です。ワシントンモニュメントとキャピトルヒルが両方見れます。で、それの反対側がリンカーン記念堂ですね。これからちょっと入ってみます。めちゃくちゃ観光客の憩いの場みたいになってますね。おー、でかい。立派ですね。いいですね。リスペクトプリーズってなんかいいですね。国家の建設のことを書いてありますね。一番最後に Government of the People, by the People, for the People 有名な言葉がありますけど、まあちょっとしたなんか人間の理想みたいなことが書いてありますね。政治の理想って言った方がいいのかもしれないですけど、いやー立派です。とても立派。作りが高そうですね。石も綺麗ですしね。いやー見に来れてよかったです。ナイトミュージアムだとこれが動き回るわけですね。でもなんていうか、この柱に邪魔されて出られないぐらい、まあ横並ぶ出られるのかな。こうやって見ると本当にリフレクティングプールですね。いやワシントン DC は綺麗だな。街が全体的に綺麗です。すごい整然としてて、
政治の中心ってなんかもうちょっとゴミゴミしてるかと思ったんですけど、広大でほんと粛々としてる感じが、なんか静かな街でいいですね。なんか物価は高いけどとても住みやすそうです。あちらにポトマック川、ポトマック湖畔がありまして、おそらく桜、日本が寄贈した桜もあっちの方にあるんでしょうね。もうちょっと早く4月の前半とかに来れば桜並木も歩けたはずなんですけど、もうちょっと桜は終わってしまっているようです。スミソニアンの、アメリカ歴史博物館に来ました。すごい歴史博物館ですけど、コンクリですね。それはいいんですけど、歴史アメリカにはないっていう人すごい多いと思うんですけど、結構アメリカって歴史は面白い歴史がいっぱいあると思うんですよね。特に近現代はもういっぱいありますし、アメリカのできるまでの話とかもすごい面白いと思うんですけど、どんなのがあるか楽しみです。アメリカ歴史博物館、とても面白かったです。まずはアメリカ、インディアンやスペイン、フランス、イギリスなど現在のアメリカ建国前夜に関わる人たちの説明から始まります。アメリカ建国後、南北戦争や世界大戦などを経てアメリカが今の形になっていくことが説明されるのですが、ここでも日系人収容の話が出てきます。いろんなミュージアムでこの内容の展示を見かけましたけれども、結構アメリカではマイノリティの迫害という意味で反省する教材としてこの事件というかこの内容がすごく使われているのを感じました。建国当時の資料も展示されていまして、ジョージ・ワシントンの椅子ですとか、これちょっとその後ですけど、リンカーンの帽子、ハットですね。あとリンカーンの奥さんのドレスなんかも展示されています。ドレスはクリントン大統領の奥さん、ブッシュ大統領の奥さんのドレスも展示されていて、時代の流れを感じるようになっています。別フロアに行くと工業製品の展示もありまして、ウェスティングハウスのエンジンなどの19世紀の製品から1984年の最初のマッキントッシュまであります。その横にはマクドナルドやコカ・コーラなどのグローバルになったアメリカ製品まで並んでるって感じです。面白いのは貨幣も歴史的に並べられていて、モバイルマネーから仮想通貨とかもあったんですが、わかんないんですが、なぜか日本の小判まで一緒に展示されていました。いずれにせよ歴史が好きな人ならスミソニアンなのでここが一番面白いかもしれないなと思いました。大変おすすめです。というわけでホワイトハウスがあれですけれども、25日目は、こんな感じで終わりにしたいなと思います。結構ワシントン DC の街が綺麗で、あまりにもずっと街を歩き回ってたりとか、あとはその歴史博物館がすごい面白くて3時間とか行っちゃったんで、ちょっと他のを見る時間ができませんでした。結構ですね、ほとんどの博物館が5時か5時半で閉まっちゃう設定になってるので、ちょっと時間の配分を来るときはちゃんと考えた方が良かったなと思ってます。今5時半なんですけど、まだまだすごい明るくて昼みたいに気候もいいんですけどね。もう博物館とか全部終わりで、もう一旦締めみたいな感じに街がなってきちゃいました。レストランとかはもちろん開いてるんでしょうけど。はい、というわけでもうちょっとだけ夜ブラブラ散歩してみようかなと思ってるんですけど、2週間鉄道で旅してきたんで少し腰がですね、いやもう36歳の腰がちょっとパンパンになってきたので今日はもうちょっとホテルに戻ってストレッチでも念入りにしながら明日のフィラデルフィアに向かおうかなと思います。フィラデルフィアはやっぱここまで来ると街の間隔がものすごい短くて、今まで10時間とか16時間とか普通にかけて街と街を鉄道で来てましたが、ワシントン DC からフィラデルフィアはたったの2時間だそうです。
でニューヨークまでもフィラデルフィアからニューヨークまでも1時間半みたいなんで、まあちょっとの間鉄道移動が楽って感じですね。はい、というわけですいません、ありがとうございました。